皆さんこんばんは、伊原です。今回は先日インスタグラムであげたこちらに関してご回答してもらったものを解決すべく語っていきます。で、私いただいた皆さんの悩みをほんまに解決したくてめっちゃ考えました。しかもいただいた悩みの中で私も過去に悩んでいた内容もあって、なんと今ではそれも結構解決できてるので、私がどう解決したのか、私なりの解決方法、おすすめアイテムなども含めて紹介していくので、絶対最後まで見ててください。見てて損はないと思います。損ないように一生懸命作りました。ではまず一つ目からこちら。最近食後に限らず胃がポテッと光る感じがします。特に夜にかけて。わかります。それってすごく深いですよね。そのポテッと感は胃がちょっと疲れてるサインなのかなって私は思ってて、で胃を疲れさせる原因としては大きく食べているもの、食べ方、ストレスなのかなって私は思います。だからまずはこの3つを見直してほしいなって思います。でその中でも最近とオスなので、最近体の中に取り入れてるものがもしかしたら体に合わなくなってるのかもしれないなって思いました。それか最近に限らず継続して取り入れている食べ物が実は体に急に合わなくなっている場合も考えられるんかなって気がします。私が本当にそれを実感した人間なので、もしかしたら当てはまるのかなって思ったんですけど、ズバリ遅延性アレルギーのことですね。で遅延性アレルギーは食べてすぐ症状が出ないタイプのアレルギーでして、とても気づきにくいものやなって思います。そして一般的にいいとされていた食べ物が合わないっていう場合があるので、全食品とかあと体につけるものまでが考える対象になります。私の経験で言うと大好きやし、また当たり前に体にいいと思って食べていた卵ですね。それが私には急に合わなくなってしまって、同じように胃腸のあたりの不快感だったり、下痢だったり、臭いおならだったり、まぶたが急に腫れたり、顔がねむくんだり、あと肌荒れとか唇の皮むけとか、そういう症状が出ていました。で分かってから卵料理に気をつけて卵料理を食べなくなって、おかげで症状も治って不快感もなく過ごせてるって感じです。で今回臓器系なので、まずは食品について何を食べた後に胃が張るのか毎日ねメモを取ってほしいです。その症状が起こる日、症状が起こらない日の共通点が見えてくると、自分の体の癖とかが分かってくると思うんですね。ただな、私の場合はマジでこの完結案として自分のことを知ろうっていう感じで掲げてる何を食べたかメモするやつなんですけど、やったけどマジでわからんかってん。だってさ、卵とかさ、タンパク質もあるしさ、アミノ酸も豊富やしさって思ってたから、マジで自分でメモ取っても何が原因かわからんかったの。それでさ、その時ほんま目も腫れててやばかったからさ、総合病院に行ってたわけ。けどそこでも原因がわからんくて、薬をなんか出されたりしてたの。でもその薬を飲んでも治らなかったの。なんで原因もわからんまんま薬出されて飲んでんやろうっていう感じのモヤモヤもあったの。もちろんそこでもさ、アレルギー検査されたでもそれでやったのは、即時型アレルギー検査って言ってすぐに反応が出るタイプのアレルギー検査ってさ、それでは全く出なかったの。花粉症とかは出たんで、けどほんま食事に対しては何も出なかったの。だからさ、ほんまにな、原因不明やったの。そういう経緯もあるからこそ、この後語るから聞いてて。その不調が続くと食べること自体がストレスになっちゃって悪循環になる場合もあるので、気になる場合はアレルギー検査、遅延性のを受けてみることをお勧めします。なんかそれで出たアレルゲンをちょっと排除してみて、体が変わる変わらんを実感するとストレス軽減にもつながってくるかなって私は思いました。で遅延性アレルギー検査は科学的には意味のあるものと実証されてないっていう意見もあるので、多分病院の先生とかにも聞いても賛否両論めっちゃあると思うけど、私は実体験を根拠に改善したこともあって信じているのでご提案させてもらいました。なので信じるか信じないかはあなた次第です。で食べ方についてはみんな知ってると思うんだけど、咀嚼と温度を気にしてほしいなって思います。で咀嚼はそのままですね、よく噛んで胃腸の負担を減らす感じですね。であと温度気をつけてほしいなと思います。普通に皆さんご飯屋さんとか行ったら結構なところで最初出されるお水って氷いっぱい入ったお水出されませんか？もうあれに慣れてると思うんですけど、まずはそういうちょっとしたものからでも体を冷やさない対策をしてほしいなと思います。なんでかって言ったら、冷えってやっぱ体に悪くて、胃腸とかを冷やしちゃうと血流が悪くなるんですね、胃腸の。そしたら消化機能をスト
トップさせちゃうんですよ。なので体に良くないので、冷えることをなるべく防ぐって感じですね。特に今寒くなってきたじゃないですか、季節的にも。だから普通に外を歩いてても冷えるじゃないですか。なので気温が下がってきた季節は特に内側から体を温めることを意識してほしいです。で、さっき言ってた3つ目、ストレスですね。これは常日頃からストレス発散してください。科学的にも心理学的にも自然欠乏症候群っていう言葉があるぐらいで、人は自然から離れるほどストレスが溜まりやすくなるってことが証明されてるらしいです。なのでタンブラーにお茶入れたやつをさ、近くの公園に持ってってそこで飲むとか、あとは観葉植物に浸るとかしてほしいです。ちなみに大阪だとここのお店ブロートプラントさんっていうんですけど、ここおすすめです。種類豊かな観葉植物がめっちゃあって、なんか珍しいものとかもめっちゃ多いみたい。観葉植物に埋もれられるし、あとなんかレモンに特化したスイーツとかドリンクとかも飲めて、もう楽しめます。で、木って二酸化炭素を吸って酸素を出すじゃないですか。でプラスで人間のマイナスな気も吸ってくれて、プラスなエネルギーをくれます。ですごいパワーを持ってるので、ぜひこういうところに行ってみてほしいです。では次2つ目、線気暗転の症状がひどい、目がぼやけて見えなくなって治ったら頭痛が来る。まず線気暗転って何って私知らなかったんですよ。まずこの言葉調べました。で見ていただいてる方も知らない人もいるかなと思って、知識の一つとして知ってて損ないなって思ったので、まず調べた内容をお話ししますね。線気暗転とは、突然視界にチカチカやギザギザした光の模様が現れる現象のことで、多くは片頭痛の前触れとして起こります。仕組みとしては、脳の視覚を司る部分、後頭葉の血流が一時的に変化して、その結果光の幻のような見え方が起こると考えられています。つまりこれを一言で言うと、脳の血流変化で一時的に視界がチカチカするっていう現象で、多くは片頭痛のサインとして現れるっていうことですよね。で、原因とか誘因の例を調べてみたんですけど、こんなことがありました。脳や目の血流の乱れ、強いストレス、寝不足、光の刺激、ホルモンバランスの変化、カフェイン、チョコレートなどを取りすぎ、血行不良や低血糖っていうのが出てきました。で原因を見ても脳と目と血がキーワードになってるなっていうことが分かりますよね。でもしこの線気暗転の症状になった時に病院行ったとしたら、どんなことされるんかなって思ったので、まずそれ調べてみました。ついでに。で病院に行った場合の流れ、まず問診でどんな見え方か、どれくらい続いてるのか、他の症状はあるかなどを聞かれて、片頭痛の前兆なのか、それとも別の脳や目の血管の異常なのかを見分けられるらしいです。そして症状が強い場合は CT やったり眼底検査、目の奥の血流を見るっていう検査やったり、血液検査などを行うこともあるようです。で治療は多くの場合生活習慣の改善やったり、プラスで必要に応じて薬の処方っていう流れらしいです。ただ薬はあくまでも一時的に症状を抑えるもので、使いすぎると薬物乱用頭痛といった薬のせいで頭痛が悪化するリスクがあるらしいです。でこのことを考えたらさ、安易に薬頼ることも怖いなって思うんですね。薬にはリスクがあるからこそ、まずは一度生活習慣を見直すことから始めてほしいなって思いました。で薬を飲む前にできることを全部やってみて、それでも改善しやんかったら病院で相談するっていう流れが本当の意味で自分の体と向き合う流れだと私は思います。だって分からんやん。薬取り入れるのとさ、生活習慣をさ良さそうなものに変えるという行動をさ同時にもししたらやで、生活習慣の方を改善させてからこそ解決したっていう理由やったとしてもさ、薬を取ったから治ったっていう風に思ってしまえへん。2つ同時に取り入れたら、それで治ったらどうしても薬が効いたって感じてしまえへん。でもしそう思ったらさ、薬を手放したくなくなれへん。でほんでさ、薬取っても治らんって思ったらさ、医者に言うとするやん。そしたら医者は何とかしてあげたいからさ、じゃあこの他の薬はどうですかって他の薬を出してくるかもしれへんやん。だからさ、そんなんなったらさ、あかんサイクルにまたなってしまえへん。薬が合わんかったら変えられる、それも合わんかったら変えてられるっていう薬ありきになってしまったら嫌やなって思うから、さ一旦生活習慣とか自分でできることをやってみようって提案したい。もちろん症状が強くて日常に支障が出るときはもう一時的に薬を頼ることも大事だとは思うんですけど、でも薬だけに頼らない体づくりを目指してほしいなって思います。で人の体って3ヶ月サイクルで細胞が入れ替わるって言われてるんで、3ヶ月一旦自分の生活を整えることに集中してみませんか？でその期間の食事、睡眠、気分の変化を日記にこれも残してみてほしいなって私は思います。
そしたら病院行く時にも参考資料としてさ、先生に言いやすくない？僕3ヶ月間これやってみてんけどさ、改善しやんかったんでどうしたらいいと思いますとか言えるやんか。何もせんで言ってみてもさ、その人がどんなもの食べてるかさ、先生とか分からへんやん、見ただけじゃ。そしたらさ、スピード感がないと思うんですよ。だから効率よくするためにも、そういうなんかもう全部やったこと書いていった方がいいと思う。話しやすいと思う。さあ、もし私が同じ線気暗転にあったら何をするのかなって考えました。私は思いつきですけど、私自身症状に合ってないので、語る説得力には欠けると思います。で、質問者さんが説得力ある方になってくれればなって思ったりします。で、悩まれるのはしんどいことやと思うんですけど、逆を言えば自分の力で感知させると自分の知恵がまたつくと思って、ぜひ自分の体と向き合ってみてほしいです。経験者は語るじゃないけどさ、やっぱ経験したことやったらさ、語れるやん。だから神様は僕に語らせるために今線気暗転っていう症状を僕に課題として与えたんやなって思う感じで、いいように考えていきましょう。プラスにね。じゃあやっていきます。で、キーワードの脳と目と血を整えるためのポイント、これね、料理に例えると分かりやすいんかなと思って、でまず血を料理として例えると、私たちが食べるものが血の材料になるじゃないですか。で、臓器とか細胞とかが血を作るシェフなんですね、料理で言うと。取り入れた食べ物たちを臓器とかが分解したり、細胞とかが吸収することによって血が作られるからシェフなんですよ。つまりいい食材を選ぶだけじゃなくて、その食材をちゃんと使いこなせるシェフイコール体の調子、体全部の調子を整えることが大事なんやなと思います。まず血を作るのにいい食材としては、血液の材料はタンパク質、鉄、ビタミン B 群、ビタミン C、ミネラルなんですよ。で、おすすめはここに表示させますね。一旦スクショでもしてスーパー行く時に参考にしてお買い物してください。ただ、卵は完全栄養食として優秀なんですけど、一部の人にアレルギーがあるため注意は必要。実際私も遅延性アレルギーで卵が食べれなくなった。卵が体にいいとされていても世間的には私の体には合わなかったっていう代表的な一例でもあるので、人にはよると思うんですけど、体に不調が起こらない限りは一旦取ってみてもいいのかなって思います。で、次、シェフである臓器や細胞を元気にしておく要素。まずストレス解消。これはさっき1個目のやつでもお伝えした自然に触れるっていうことが一番いいのかなって思います。で、次はお風呂とかサウナとか岩盤浴とかで体がリラックスできることをするとかですね。血流の改善にもなるし、発汗することもいいことやからさ、血の巡りが良くなるしさ、体も温まって、体が温まったらさ、動きやすくなると思うから、臓器とかも働くのがね、いいことなんじゃないかなって思います。で、自分の好きなことをすることですね。ストレス解消の一番いい方法。私やったら K-POP を聴くとか、秋田県見るとか、最近北海道であった秋田県こちらめっちゃ可愛くないですか？出会ってからもう大好きすぎて頻繁に見ちゃうんですけど、あと美味しいものを食べるですね。そんな感じでストレス発散してます。あとは睡眠の質が良くなるようなことといえば、その1日の最後の食事は納豆。植物性タンパク質も取れるから、寝てる間にタンパク質不足になることを防げるかなっていう考えとか、寝る前に亜鉛とマグネシウムを取る。で、マグネシウムの中でもグリシン酸マグネシウムを取ってます、私は。で、これによって修復、ホルモンバランスとか良くなったり、深い眠りをサポートしてくれるのもあって取ってます。詳しくは最後の方で言おうと思ってるんですけど、あとは寒い時期はね、どうしても足が冷たかったりするじゃないですか。そういう時におすすめな商品がありまして、こちらユタポン。これすごくおすすめです。なんかこれの出会いのきっかけは、私実家でお母さんと住んでる時にもう寒すぎて、本当になんか家あんまエアコンつけるタイプじゃなくて、もうほんまに我慢できひんぐらい寒すぎて、寝てる時にエアコンつけたらさ、なんか喉乾燥するとか言う人もおるやんか。そんな感じでそうだったんで、もうとりあえずでもそんなんやったら寝られへんからっていうので、もうブチギレるぐらい寒くて、そしたらお母さんがこれ買ってきましたで、これすごくよくて、レンジでね温めれるんですよ。中身何入ってるんかって言ったらこんなやつが入ってて、これ袋、あとこれが入ってるんですよ。で、これ表示通りにね、ワット数に応じてこう温める時間書いてくれてて、電子レンジがあればもうこれ使えます。これを温めて袋に入れて足元に置くんですよ。でも足元もいいねんけど、お腹の上に置くのもおすすめ。この辺に
置いたら腸とかがさ温まったら全身温まる、マジで寝れるようになった。だから生理とかの時にもおすすめ。寒い季節にはもちろん、生理の時とか本当におすすめです。これは一家に一台あってもいいと思う。もうこれがあったら快適に眠れます。もうおすすめすぎて、これ私プレゼントにも使ったことあるぐらいシェアハピしてる。ぜひいい血が巡るように、いい食材の摂取といいシェフに臓器たちをしてあげてください。そしたら自然と症状が収まってくるかもしれへん。血がキーワードやったね。血。いい血液が流れたら、血液循環がしたら結構何でも治りませんって思った。次3つ目、こちら。一応便秘です。統括どうしたらいいって来ました。まず便秘は体の流れが止まってるサインらしいです。で、便秘に関していろいろ調べていくうちに私は思ったんですけど、急流滑りをイメージしてもらったら解決しやすいんかなって思います。あるやん、夏こういう長島スパーランドとかさ、ああいうで、あなたは急流滑りの設計士さんです。うんこちゃんを急流滑りから流すことを考えてください。まず急流滑るとき、身長やら体重見られます。小さすぎたら乗れないですよね。お子さん小さすぎたら急流滑り何センチ以上とかあるやん、人間界でも。そんな感じでうんこちゃんを流すにしても適した体重とか身長とかじゃないと流れないんですよ。なのでまずは適正体重とか適正身長になるようにうんこちゃんを、食物繊維の多いキノコ類とか野菜を適度にとってうんこちゃんの傘を増やせようじゃないかって私は思います。で、次、急流滑りに適正なうんこちゃんが滑ろうとしても、水が流れてなかったらさ、その滑り台に流れないじゃないですか。スムーズに多分滑っていけへんからさ、水分をしっかりとってうんこちゃんを柔らかくして、うんこちゃん自身もで押し出しやすくします。で、良質な油、オリーブオイルとかエゴマ油とかあるじゃないですか。そんなのも取って滑りを良くします。あと急流滑るとき、スタッフさんに最初押されません？いってらっしゃいポーンって、そういうね。ただスタッフさんがもうヘナチョコすぎて押す力さえなかったら進まないじゃないですか。勢いよくピンっていけないじゃないですか。で、そんなスタッフさんを体の中で考えたら、腹筋とか骨盤底筋に当たるわけですよ。インナーマッスルって言われる部分ね。なのでその部分を鍛えてください。インナーなのでピラティスすごくおすすめです。で、腹筋骨盤底筋とかで YouTube 検索するとたくさん味方になってくれる動画があると思うので、それやっちゃいましょう。悩んだらとりあえず行動してみましょう。で、そして何よりも一番私が大事にしてるのは、もうストレスをためないこと。これが一番大事やと思います。なんかさ、これでほとんど解決する気がするよね。てかさ、今の世の中ストレス社会すぎてさ、それで不調になってる人多くない？だからさ、妊の時もあげてんけどさ、ああいうストレス発散にできそうなものを入れてみてください。続いて4つ目。足のむくみと目の奥と脳の疲れているのがお悩みとしてきました。まず目の奥と脳の疲れに関しては2つ目でいただいたものと重なるのかなっていうところがあったので、プラスですぐやってみてほしいなって思うのは、もう夜に明るいものを見ないことをおすすめします。SNS とかさ、見たかったとしてももう夜はすぐ寝て朝見るとかね、してほしいです。寝る前にスマホ画面などを見てしまうと、太陽の光を浴びた時みたいに脳が起きてしまうらしいんですね。なので夜はとにかく早く寝る、朝したいことのために早起きするっていうのを習慣にしてみるといいのかなって思います。その方が目にも脳にもいいのかなって思います。で、足がむくむのは血液が下に降りてそれを戻ってくる力がないからやと思うんですね。ズバリもう筋肉不足が原因かなって思います。で、筋肉はまさにポンプの役割をしてて、井戸水を想像してみてほしいんですけど、ポンプが壊れてたら水を汲み上げるのはもう手作業になるじゃないですか。手作業だとめっちゃ時間かかりますよね、井戸水の水汲むって。だからまずは自分が続けられそうな運動を見つけて筋肉を育ててあげてほしいです。で、筋肉がつくまでには筋トレなどをしても筋肉痛などが起きてリカバリーするのも遅いですし、
どい場合が多いんですね。でも継続してそのしんどいのを乗り越えた先にはむくみとおさらばできるっていう体になってるので、何でも継続が力なりですね。ぜひとも頑張ってほしいです。何でも悪いことはいいことの前兆って言うじゃないですか。まさにそんな感じです。筋肉がついてくると、子供が親離れをする感じでさ、リカバリーサポートもどんどん楽になってきます。筋肉がついてないうちはやっぱりリカバリーをサポートしてあげないと、疲れが溜まったまんま、疲れが抜けないまんま悪循環になっていくからさ、気分とかも体がしんどいと心も疲れてくるやん。だからそれを助けてあげる、少しずつ、サポート内容とかはマッサージのみでは流れにくいと思うんですね。そんな時はお風呂に浸かったり足を上げて寝るのがおすすめです。足を上げて寝るやねんけど、こんな感じでほんまに結構足を直角90度レベルぐらいに上げて寝るのをおすすめします。最初慣れへんかもしれんけど、やってみたらほんまに疲れ取れて、次の日足痩せてんねん。ほんまに最近この寝方に私はハマってる。足が疲れてる時はこの寝方をしてるって感じです。マジで物理的にこんなイメージやんな。ほんまにやってみてほしい。でいつか最強ポンプを手に入れたらリカバリーもそんなに手間かけんでも大丈夫になってくるから。最初のうちは本当にしんどいと思う。筋肉痛すぎたらもう本当にしんどいと思うけど、どんどん筋肉がついてくると筋肉痛もリカバリーが早くなるから、最強ポンプを手に入れるべく一緒に頑張りましょう。で最後に、体の不調って結局どれも流れが滞ってるサインやなって思います。血とか気とか水の流れを整えるだけで体ってちゃんと変わっていきます。まずは3ヶ月自分の体と向き合ってみて、焦らず自分を信じて少しずつ整えていきませんか？やってみてください。で話に挙げてたねサプリ、それがこちらですね。これはドクターズベストの高吸収性マグネシウムです。でグリシン酸マグネシウムって言ったら分かりやすいかもしれない。でグリシン酸マグネシウムってあんま聞いたことない方もいるかもしれないんですけど、これはね全員にとってもらった方がいいサプリです。効果としてはこんな感じで、筋肉の回復サポート、精神の安定、ストレス緩和、睡眠の質向上ってなってて、もうトレーニーにもストレス社会で生きる人にも睡眠の質高めたい人にも対応できちゃうサプリやから、もうこれね本当に全て私自身体感したからおすすめしたくて出しました。ただ錠剤でかすぎて見せようか。でかくない錠剤。初めて飲んだ時はこのまま飲んでんけど2錠飲んでんけどさ、もう30分ぐらい格闘して死にかけたからさ、マジで気をつけて。だから私はいつも割って飲んでます。でこれはねあえてねこの後半で出したかって。なんでかって言ったら、もう私の必要不可欠サプリになったから買いにくくなるのも嫌やんか。そんなまだ人気 YouTuber とかじゃないからさ、これ見たところでもう売り切れですってならんねんけどさ、せっかくここまで動画見てくれた人へのほんま見てくれてありがとうっていう気持ちとしてね紹介しました。でも何でもね個人差はあると思うからさ、合う合わんあると思う絶対。みんなにも効果あればいいなって思う。サプリはあくまでも栄養補助として取り入れてね。体調や薬を飲んでる方はかかりつけ医に確認してからの方が安心です。でマグネシウムに関してやったら、マグネシウムに関してさ、みんな結構調べたりする？なんか私はねそういうの調べるのめっちゃ好きで、栄養素とかその勉強したのもあって、こうやっていろんなものを試してみたくなって試してってっていいなって思ったから、みんなにこれを勧めたいんですけど、マグネシウムに関して言うと、このねマグネシウムフレークもねおすすめです。これはお風呂に入る時に入れるんですよ。中身はね、これプロテインとかについてるスプーン代用してんねんけど、こういうねフレークが入ってるの見えるかな。これを湯船にお湯に溶かしてね、私はいつもお風呂に入ってるんですよ。でよくさ、なんか入浴剤とかでな話に上がるマグネシウム系としてはエプソムソルトとかって有名じゃないですか。で私も過去にそれ使ってたことあるんですけど、マグネシウムの中でもいろんな種類があって、あれは硫酸マグネシウムっていう部類なんですよ。でこれは塩化マグネシウムっていう部類で、なんかね、そういういろんな種類があって、種類ごとに吸収率がいい悪いっていうのがあるんですよ。塩化マグネシウムの方が硫酸マグネシウムより吸収率いいねん。いいねんほんまにこっちの方が。だからエプソムソルト使ってたんですけど、私はこっちに乗り換えて、実際こっちにしたら筋肉疲労はめっちゃ取れた。
なんかこれにやるまでは結構頻繁にマッサージ行ってたんですよ。けどこれを取り入れてからリカバリーするのが早まったのか、マジでほんまねマッサージ行かなくなった。これほんま、これおすすめです。塩化マグネシウムで言ったらさ、このにがりとかもね塩化マグネシウムのグループだよ。だからね、マグネシウムっていいって言われてて結構知ってる人も多いと思うねんけど、マグネシウムの中でも吸収しやすいマグネシウムがあるから、それを調べて取り入れるのがいいと思います。他にもね語り出して止まらないんですよ。よかったら調べてみて、気になる人は。で次、あとね鉄のね取り入れ方におすすめなのはこちらのお鍋。これね鉄鍋なんですよ。私は毎日このお鍋を使ってお味噌汁をね作ってね飲んでるんですよ。でも毎日料理するの大変やからさ、結構な量これで4杯5杯分ぐらいは作れるからさ、それを作り置きしてるって感じ。味噌だけ別で、味噌だけ食べる直前に入れてって感じしてるから、そうベースだけこれで作って1回作って、冷蔵庫にストックしといて、飲む時に温めて味噌を入れて味噌汁にしてるっていう流れなんですけど、鉄鍋を使ってお味噌汁を作るだけで鉄が吸収できるようになりました。でこのね鉄鍋を取り入れるまでは立ちくらみとかたまにするタイプやったんですよ。生理の時とかさ貧血になりやすいとか言うやん。だから鉄のことを意識してからこの鍋を取り入れ出して、そしたら立ちくらみとかなくなりました。で筋肉と美容のためにプロテインは大事ってもう世間的にも結構知られてると思うんですけど、プロテインだけじゃなくてね、鉄とかマグネシウムとかビタミン B とかも一緒に取るとなおさら効果を発揮するので、気になる人はもうプロテインだけじゃなくてさ、そういうねこういうマグネシウムとかね鉄鍋とかもね取り入れてみてほしい。もう私こんだけプロテイン取ってたらいいやろとかっていう問題じゃないねん。取ってても吸収できてなかったら一緒やねんっていう感じです。だから吸収を良くするためにね、ぜひ取り入れてみてほしい。伊原がおすすめしたいのはまずはこれかな。これとこのにがりはねスポドリとかに入れたりする。スポドリも手作りで作ってんねんけど、トレーニングの時に入れたりしてる。こういうねすぐ取り入れるものとしてはこういうのがおすすめです。この2つはアイハーブで買ってます。コード出しとくね。せっかく教えてくれたから伊原のコード使ってあげてもいいかなっていう優しい方いたらぜひコードを使ってください。お願いします。で最後にこの件もいただいてました。もう嬉しいお言葉までありがとうございます。今回長くなっちゃってからこれはもう近々私の髪の毛の事情として一つの動画にしたいなって思ってます。なのでチャンネル登録して楽しみに待っててください。では本日はこれぐらいかな。この動画がいいなって思った人はぜひともグッドボタンお願いします。見てよ、親指柔らかくならない。でチャンネル登録コメントなどすごく励みになるんでね、やっぱ反応があると嬉しいものですね。コメントしてくれる人ありがとう。ぜひぜひお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。